します。まずは国際ニュース。本日はアジアに注目していきます。中国インド間の首脳会議において新たな貿易協定が調印されました。軌道ステーション CU2 の建造に必要なレアメタル、イリジウム、ジスプロシウム、ランタンに関する関税が解除されることになります。また両国はバイオポッダーを含む全ての人間の二国間往来の自由化にも合意しました。中国とインドの経済統合は加速の一途をたどる一方です。市場も拡大し続けることでしょう。この動きはマイアーズ政権における新合衆国の保護貿易政策とは極めて対照的です。科学分野ではバイオテクニカの研究チームが絶滅種の復元に成功しています。アメリカビーバー、スイフトギツネ、ワタウサギが誕生し、同社はまたもや遺伝子操作分野における歴史的偉業を達成しました。なお補足となりますが、2061年の鳥インフルエンザ大流行、2072年の素行症といったケースを考慮し、公衆衛生の観点から復元種が自然環境に返されることはありません。動物たちは今後特殊な環境下で飼育されるそうです。次にトルコに住む人々は今年も放射性砂嵐に悩まされるでしょう。気象学者の予測では放射線に汚染された数十トンもの塵が旧シリア、イラク、イラン方面から運ばれてくる見込みです。いわゆる自爆戦争によって荒廃し尽くしたこれらの中東地域は今でもヨーロッパや東地中海の各国に大量の放射性物質を降らせています。 CM の後は明日発売となるアバンテの新作スニーカーを詳しくご紹介します。こんにちは、アリフ・イクバルです。 WMS ニュースの時間です。まずは国際ニュースです。アラスカが苦境に立たされています。インコーポレイテッドプレスによると、同地の農業地帯を襲った度重なる水害によりトウモロコシ収穫量が昨年からなんと 80% 減少。現地自治体はフロストコーンのハイブリッド種関連技術を提供するバイオテクニカ社に対し8000万ドシルの作物を提供する義務を負っています。難しい決断を迫られているジュノー氏、契約を守ってアラスカに深刻な作物不足をもたらすか、翌年のトウモロコシ種子提供を諦めるかを選択しなければなりません。アラスカは自立の重要性を身をもって学ぶべきか、あるいは人道支援を受けるべきか、ぜひ投票にご参加ください。不慮の事故か計画的テロか、ミラノがナノビンによる襲撃に遭いました。目撃者の証言によると、フェーファン社のナノボット700万体が突如受粉活動を停止、ロンバルディアの州都ミラノに押し寄せました。原因は未だ分かっていません。ナノビーが建物や走行中の車両に群がり、多数の事故が発生している模様です。ミラノ市長ロレンゾ・リッチはこの現象の原因を究明すべく調査委員会を立ち上げたことを発表しました。自分の国を持ちたいという夢が現実になります。不動産会社のノーディミッツ・アートールは今回新たに15の人工島を発表、販売も開始されています。どの島も3平方マイル以上の広さでマグニチュード8の地震に耐えられる設計になっています。また島は公海に位置しているため、居住者はどの国の司法の影響を受けることはなく、独自に法や慣習を制定できるというわけです。あなただけの楽園を手に入れたいという方は今すぐ下記アドレスへ。西海岸は今日もとても快適で過ごしやすい気候となっています。それではまたお会いしましょう。こんにちは、アリフ・イクバルです。 WMS ニュースの時間です。まずはあの街の今に迫ります。2020年代初頭のミリテク・アラサカ紛争にて生物兵器による未曾有かつ甚大な被害を受けた結果、アジアの大都市プサンからはあらゆる生命が消し去られました。人々に加え動植物までもが完全に死滅したプサンですが、現在においてもなお朝鮮半島南端とその周辺海域に近づくのは自殺行為に等しいとされています。しかしそれは生物に限った話。張力発電を動力とする自動システムは野放しで今も稼働を続けています。プサンに存在する AI についてネットウォッチは放置を続けると脅威になりかねないと警告しています。アラサカ社はこの環境危機について二次被害を含めた全責任は爆弾を投下したミリテク社にあると結論付けています。
なおシンガ州国はこの件についてのコメントを控えています。ヨーロッパではベネチアにおける不法採掘及び略奪の撲滅対策にパダニア政府が再び乗り出しました。最近では略奪犯4名と国家憲兵隊7名が亡くなっています。アドリア海に沈むこの町からは何世紀も前の貴重な芸術品が数多く見つかっていますが、収集家が略奪行為に拍車をかけています。公式発表によると、ブラックマーケットで売買されたベネチアの芸術作品類の総額はパダニアの GDP の3分の1に相当すると見られています。盗品の多くは軌道ステーションに住む個人収集家のもとに流れているため、取り戻すのが困難というわけです。続きまして、世界初の軍隊の完全自動化を2080年までに実現するとスイスが発表しました。スイス軍はすでに9割がロボトナイズ兵士、ドローン、自動化車両で構成されており、残りを人間の士官が占めている形です。スイス政府はこの割合を10割に引き上げるため CVS パーティム自動指令システムの導入を開始する予定です。以下政府の公式声明です。スイスはついに真の中立性を獲得することになります。 CVS パーキムは我が国を攻撃者の立場にすることなく守ってくれるでしょう。世界の最新ニュースをお届けしました。それではまた。こんにちは、アリフ・イクバルです。今日も WNS ニュースをお届けします。27回目となるインプラント製造業協会の年次会議が先日行われました。白熱したのは一貫して増え続けるサイバーサイコシス発症者に関する議論です。この10年で事件の発生件数は 43% も増加しています。会長であるレマー・キリルスキー氏によると、殺人に犯すのはインプラントではなく、あくまで使用方法を誤った人間であるとのこと。確かにその通りですね。パリ郊外のアントニーにて左翼過激派の危険人物トーマス・クリーシーがついに逮捕されました。数多くの経済学者が社会保障は GDP 成長率を低下させる要因であると唱える中、クリーシーは欧州諸国の政府に対し制度の復活を求めてきました。クリーシーは懲役40年に加え、ブレインダンスによる強制セラピーを受けることになります。流通業界では海上輸送の復活を待ち望む声が後を絶ちません。赤い10年により主要航路には今も危険な不発弾が多数散在。暴走した自動潜水艦が航行する貨物船を襲い続けています。輸送手段が陸路と空路に制限されたことで流通コストは30倍以上に膨れ上がり、世界経済が停滞する要因となっています。各国政府は今こそ立ち上がり、海上輸送の復活に乗り出さなければいけません。皆さん今すぐ声を上げましょう。 WNS ニュースをお届けしました。それではまた。アリフ・イクバルです。 WNS ニュースをお届けします。まずは海外からのニュース速報をお届けします。というより宇宙からですね。軌道ステーションガリレオが襲撃され、数百万ユーロドル相当の品が強奪されました。犯人の取った方法は実に大胆で、太陽嵐でレーダーが停止した隙にオービタルエアー社の施設に侵入したとのことです。宇宙海賊とも呼ばれる彼らは実験段階の試作品数点を奪って逃走。現在の行方は不明ですが、 ESA は情報提供者に対し多額の報酬を支払うと発表しています。次のニュースはあのデトロイトに関する明るい話題です。1世紀に及ぶ経済低迷とその荒廃ぶりで知られた自動車の街が今新たな黄金期を迎えています。その理由はというと、街に数多く存在する埋め立て地や産業区域において近年非常に重宝されている希少資源が大量に見つかったのです。大勢の人々がこのジャンクフィーバーに目をつけ、世紀の節目頃に製造された電子機器を求めてデトロイトの街に集まっています。危険な環境やギャングを顧みない開拓者たちはアメリカの古き良き黎明期を彷彿させるとして今非常に話題になっています。本日最後のニュースです。新エゴのスタジオが高齢者ケアに革命をもたらす新たな技術を発表しました。介護を必要とするご家族を高額なケアセンターに預ける時代は終わり、これからはシルバーデイズシステムが取って代わります。
シルバーデイズは最先端の全機能一体型フィーダーユニットです。高齢者の需要に応えるため、家庭店、給油機、点滴、栄養チューブ、そして何より次世代型のブレインダンスギアが備わっています。利用者は家族の思い出のアーカイブから再構築した若かりし日に帰り、抱えている不安を全て忘れ去ることができるのです。そのシルバーデイズが今予約すればなんと 10% オフで購入可能。以上 WNS ニュースでした。それでは今日も素晴らしい一日を。